株式会社ニューウィズの橋本と申します。本日は AI 開発支援テンプレートを使用した API 開発というテーマで、私たちがクロードコードのスキルズの機能を使用して、どのようにバックエンド開発の標準化に取り組んだかについてお話しさせていただきます。AI を使った開発というとですね、AI が全部やってくれるというようなイメージがあるかもしれませんが、現実はそう簡単ではなく、特にチーム開発ではメンバーごとの AI の指示の出し方が違ったり、成果物の品質にばらつきが出たりといろいろな課題がございます。今日はそうした課題にどう向き合い、どう解決したかをお伝えできればなと思っております。20分ほどで、このスライドで全体像をご説明した後、40分ほど簡単なライブでもお見せしますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。まずですね、今回の取り組みと背景になったプロジェクトについて簡単にご説明させていただきます。今回のプロジェクトはですね、既存サービスのバックエンド API の、リニューアル案件というところで、チーム構成に少し特徴がございました。で、チーム構成なんですが、私を含めて4名のチームなんですが、Java の経験者は私1名のみで、残りの3名は Java の、未経験者、さらにそのうち2人はジュニアメンバーというような構成でした。この状態でですね、最初クラインを使っていたんですが、AI ツールを導入してみて、すぐに壁にぶち当たりました。それは先ほどちょっと話したんですが、プロンプトの属人化というものです。メンバーによってプロンプトの書き方がバラバラでですね、出力されるコードや設計書の品質に大きな差が出てしまっておりました。経験者は割とうまく指示が出せるんですが、未経験者には指示出しにどうしても苦戦してしまったりというところがありまして、結局その修正コストがかさむというような状況でした。そこで私たちはそのちょっと方針を転換して、AI をメンバーで自由に使ってみるっていうのではなくて、メンバーのスキル差に依存しない安定した成果物が出せる仕組みというところを、目標に、進めていきました。で、この解決の鍵となったのが、クロードコードのスキルと、それから開発標準のテキスト化による AI との協業になります。単に AI にコードを書かせるだけではなくて、開発工程そのものを AI と一緒に作り上げるフローへと、再構築しています。ここで出てくる言葉を簡単にちょっと定義しておきますが、私が作成したスキルというのは、特定のタスクに最適化された再利用可能なプロンプトのセットだと思っていただければ良いです。そして AI に正しい仕事をさせるための教科書として開発標準ですね。こちらコーディング規約ですとか設計規約などをすべてマークダウンなどのテキスト形式で整備しております。こちら、この2つについてもう少し詳しく説明します。まず、土台となる開発標準からちょっと説明させていただきます。AI を活用する上で、やはり最も重要なのが AI にいかにコンテキストですね、文脈を理解させるかについてです。私たちはコーディング規約や設計方針などをすべてマークダウンのファイルとしてリポジトリに配置しておりました。しかし、一つの壁がありましてですね、最初はこのクロード MD、クロードコードを使っている方はわかると思うんですけれども、そのクロードが起動したときに読み込むクロード MD にすべての開発標準ですとかいろいろ盛り込んでいたんですけれども、これだとどうしてもコンテキストが肥大化しすぎてしまって、AI の処理効率が落ちてしまったり、指示を無視し始めるというようなケースがどうしても出てきてしまいました。そこで、情報の分割管理というものを行っています。ちょっと右側に記載しているんですけれども、Docs スタンダーズというディレクトリを切ってですね、そちらの配下にコーディング規約、テスト基準、セキュリティガイドラインといったように、開発標準をその個別のファイルとして、このディレクトリに入れ込んでいます。で、コーディングをするときは、開発をするときは開発規約だけを読み込んで、テストするときは、テスト規約を追加で読み込むみたいなような、必要なときに必要な情報だけを AI に読み込ませる仕組みを作って、AI の回答精度を保つということを行っています。で、先月ですかね、クロードコードにもルールズの機能が追加されまして、ちょっと一部そちらに、移行しようというところも対応しておりますというところです。ちょっとまだ、デモ版についてはちょっと準備できてないんですが、というところですが、ちょっと将来的にやろうかなと思っているところですね。
で、スキルについて少し説明させていただきます。で、先ほど再利用可能なプロンプトのセットと申し上げたんですが、具体的には AI の指示を関数のようにパッケージ化したものと思ってください。スキルは以下のような表の要素で構成されています。まずは目的概要、このスキルは何を実現するか、それから入力として AI が読み込むファイルは何か、処理として AI が実行する具体的な手順、それから出力としてはスキルが生成する成果物を定義しておりまして、品質基準としてはそのスキルが参照すべき規約やガイドラインを定義しています。例えばですね、詳細設計というスキルであれば、入力として設計概要を受け取って、出力として統一フォーマットの詳細設計書を返すみたいなことを定義しているというような形ですね。通常、プロンプトをですね、毎回手打ちすると、人によって書き方も出力結果もかなりバラバラになってしまいますが、このスキルで、情報をまとめることで、誰が実行しても同じレベルの品質や同じフォーマットの成果物が返ってくるようになります。これによってですね、メンバーのスキル差がぐっと縮まるというようなことが可能になっています。では、実際にどのようなフローで開発を進めているかというところの全体をお話しさせていただきます。私たちの基本方針としては、人間が土台を作って AI が具現化、それから人間がその後責任を持って確認するという本心にしております。図の左側にアイコンがございますが、人間マークが人間主導の工程、ロボットマークが AI 主導の工程になります。ご覧の通りですね、基本設計はほぼ人間のみで対応しておりますが、それ以降のフェーズについては、AI と人間がそれぞれの得意領域で役割分担を行っています。基本設計についてちょっと説明させていただくんですが、ここでのポイントは、後の工程で AI が読み込むことを前提にした形式で、設計を書くということです。例えばテーブル定義書ですね。テーブル定義書ってよくExcel とかで用意しがちかなとは思うんですけれども、その AI から Excel を参照するのって結構そのハードルが高くなってしまっているんですね。なので、プロジェクトとしては、マークダウンでテーブル定義書を用意したりします。カラム名ですとか型、制約といった情報を AI が構造として理解できる形で整理するというところが大事です。それから API 使用書も同様でですね、YAML の OpenAPI 形式で定義することによって、後続の詳細設計書や実装の時のスキルがこちらのAPI 仕様をそのまま参照できるようになるので、基本設計の段階から AI との協業を見据えた準備をしておくというところが大事になります。続きまして、こちらのスライドでは詳細設計と、実装の2つの工程について説明させていただきます。まず、左側の詳細設計についてですが、ここでの人間の役割は、まず概要を書くこと、概要だけを書くことです。概要にはですね、数十行程度の処理フローを箇条書きで記載していきます。そしてその概要をインプットとして、私が作ったスキルの API ディティールデザインというスキルがあるんですけれども、そちらを実行すると AI がテンプレートと規約に基づいて詳細設計書を自動で生成してくれます。なので人間はその1から全部書く必要がなくてですね、その生成された内容の詳細設計をレビューと微調整に集中できるというところになります。またですね、デザイン MR レビューレスポンスというスキルも用意しておりまして、こちら何かっていうと、ちょっと今回GitLab を使っていたのでマージリクエストになってるんですが、GitHub だとプルリクエストですね。マージリクエストを自動的に読み込んで、設計書に対する指摘コメントがあれば、その指摘コメントを自動的に取り込んで修正、それから修正案の提示をしてくれたりする機能になっています。で、次、実装についてですが、ここでのポイントは、いきなりコードを書かせないことです。だから、詳細設計書を読み込ませて、そのまま実装してくださいとするのではなくて、インプリメンテーションプランというスキルを用意してまして、こちらのタイミングで実装計画のファイルを作成させます。こちらについては、どのファイルを作るかですとか、どういう順番で進めるかなどという情報を AI に整理させて、そのAI が出力した実装計画を人間がレビューしていくという方針になります。
で、この計画が OK であれば、次に実装用のスキル、インプリメンテーションスキルを、実行して、実際のコードを生成するというような形をとっています。この計画して、レビューして、実装するというステップを踏むことでですね、AI が見当違いの方向に暴走するリスクというところを抑えて手戻りを減らすといったことが可能となっています。で、続いてコードレビューとテストの工程についてなんですが、スライド左上の図にあるように、2段階レビューというのを採用しています。まずは AI の一時レビューをしております。で、こちらコードレビューというスキルを作っておりまして、コーディング規約違反ですとか、設計書との整合性、それからセキュリティガイドライン準拠といったですね、機械的にチェックできる項目については AI が全部指摘してくれて、それを修正することができています。で、ここで重要なのが、まずちゃんと AI が見つけた指摘をすべて修正してから、その後人間にレビューを回すということが大事です。そうすることでですね、人間のレビュアーは、ビジネスロジックとして本当に正しいかですとか、アーキテクチャ的に本当に妥当だよねっていうところを、それのみの本質的な部分に集中できるといった形になります。で、またこちらもですね、マジリクエスト、プルリクエストを収集して自動的に指摘反映するっていうスキルも作っておりまして、こちらですね、結構その単純な指摘、例えば変数名変えてくれみたいな単純な指摘であれば、何も考えずに自動的に直してしまったりというところがあったりするので、これについてはかなりメンバーからも非常に好評なスキルとなっています。で、テストの流れも同様でですね、実装とほぼ同じで、テストプランでテスト計画を立てまして、テスト実装のスキルで、テストコードを生成して、テストレビューのスキルで AI の一時レビューを行いますといったような、テストに関しても同じような流れです。結構その設計をしっかり、レビューして進めているので、テストについては実装をすべて進めて、実装が完了したら、設計と実装を組み合わせてテストコード、単体テストのコードを書いていくというような形で進めているというところですね。それでは、ざっくりまとめになってくるんですが、導入成果について、ちょっとビフォーとアフターの形でまとめております。で、まずは開発効率ですね。開発効率なんですが、導入前は、設計書を一から書いて、さらにプルリクエストの指摘も一つ一つ手で作業したりというところで、例えば、マージリクエスト、コメントに指摘が、コードに指摘があった場合は、クロードコードに貼り付けて指摘修正してとかってやってたんですが、それも細かい作業なんですが、それもすべてなくなっていたりするので、かなりそういうところの開発効率も上がっているのかなと思っています。設計者のひな形設計やで、導入後に関してはですね、やっぱりマジリクエストの自動対応とか、そういうところができているので、本当に人間は本当に考えるべきことに時間使えるようになっているのかなと思います。で、次に品質の安定化というところで、導入前は経験者が書いたコードと未経験者が書いたコードで品質に大きな差がありましたが、えっ、と、このスキルがですね、品質基準を担保してくれるようになったので、だいぶ誰が実行しても、ジュニアのメンバーでも一定水準の成果物が出るようになりました。やはり、品質が上がるとですね、今度、そのレビュアーの負担も減って、開発効率も上がって、で、開発効率が上がると品質にかける時間も上がるというところの、いいループもできているんじゃないかなと思っています。で、あと最後にチームとナレッジについてなんですが、導入前は、この場合はこう書くみたいなノウハウですね。例えば今回ちょっと説明しましたが、スカラー DB、DL といったちょっとあまりメジャーじゃないところの開発がありまして、そちらの書き方っていうのは、ちゃんと調べないと出てこないというところにあるんですが、そこについても開発標準とかでしっかりと定義することで、自動的にコードが生成されます。で、それを見て、メンバーについては、生成されたコードを見て学ぶこともできますし、クロードコードにこれを何やってるのっていうのを聞いて学習することもできているので、AI を導入してからはかなりそういう学習という観点でも、実は、貢献しているのではないかなと思っております。で、もちろんですね、
すべてが順調に AI 導入できたというわけではございません。こちらのスライドの冒頭にあるように、やっぱり最初から完璧なシステムは作れないというのがやはり実感です。苦労した点についてはですね、やはりまず、プロンプトの試行錯誤についてです。最初に作ったスキルが、そのまま何事もなく使えるなんてことはほとんどなくてですね、実際に動かして調整、動かして調整というような繰り返しでした。なぜ期待通りの出力が出ないのかっていうのを分析する作業は、正直かなりの工数をかけて、対応しています。もう一つは、標準化のバランスですね。ルールを厳しくしすぎると、今度は例外的なケースに対応できなくなりますし、かといって、緩くしすぎると、結局、ばらつきがどうしても出てきてしまうというところの、ちょうどいい塩梅を見つけるというところは、今でも試行錯誤しながらスキルの改善をしているというところになります。で、工夫した点なんですが、クロードコードのフック機能を活用して、開発標準の更新を自動化しているというところになります。フック機能というのが、例えばクロードコードがこういう作業を完了したときに自動的に、機能を動かすことができるみたいなことなんですけれども、今回、会話をクリアしたときですとか、コンテキストを、開放したとき、それから、圧縮したタイミングで、今までの会話の内容を解析して、開発標準に書いた方がいいような内容であれば、それを自動的にテキストで吐き出しておくというような、システムをちょっと作っています。これによってですね、メンバーから、これ追加した方がいいんじゃないみたいな話がなくても、自動的に AI が開発標準に追加した方がいいから、じゃあファイルとして置いとくねで、1週間に1回ぐらいですね、私の方でそれを集めて、じゃあこれ追加しようかな、みたいなところで全部選別して、開発標準の更新を、定期的に行っているということになります。でもう一つはですね、管理者自身による実地検証ということで、スキルを作る側だけっていうわけではなく、実際に、作ったスキルで、ちゃんとプロジェクトを回してみるということをやっています。やはり、使うとですね、ここが使いにくいですとか、この指示が曖昧でうまく動かないみたいなところっていうのが現場目線の課題が見えてくるので、結局使いながら育てるという姿勢が一番大事なのかなと思っております。こちらスライドの最後になるんですが、今回の取り組みから得られた4つのポイントをまとめます。まず1つ目は役割分担の明確化です。AI にはやはり定型的な作業を任せて人間は判断と検証に集中するというところの切り分けが基本となるかなと思います。それから、2つ目、スキルによる品質の安定。個人のスキル、経験や知識に頼るのではなくて、誰でも一定の知識の、一定品質の成果物が出せる仕組みを作る。やはりこれが、今回私の行ったスキルの価値かなと思っております。それからドキュメントのテキスト化。実際私が一番大事なのかなと思っているのは、この部分かなと思ってまして、AI が読み込める形式で設計書や規約を整備することが、これがAI 活用のやはり一番の土台になるかなと思います。やはり Excel や Word ではなく、マークダウンや YAML などといったテキストベースで、設計などを管理するというところが重要ですね。で、継続的な改善というところで、やはり最初から完璧なものは作れないので、使いながら少しずつ調整していくというような姿勢を持つことが大事かなと思います。以上が、スライドで説明する私たちの取り組みによる概要になります。ここからは実際にスキルを使ったライブデモをお見せしますので、言葉で説明するより実際に動いているところを見ていただいた方が分かりやすいと思うので、ちょっとそちらご覧いただければなと思います。デモに関しては、こんなに簡単にできるんだというところになるんですけれども、本当にちょっと、ここまでスキルガチガチにしないでもいいぐらいの簡単な、プロジェクトにはなるんですけれども、会議室の予約システムというところを、ちょっと簡単にプロジェクトとして作っておりまして、こちらが何をするかと言いますと、よいしょ。本当に簡単ですね。ざっくり予約機能がありますよという、
会議室の管理機能と予約機能がありますよというところで、会議室の一覧があって、予約機能では空き状況を見れますよ。予約の登録ができますよ。それから予約のキャンセルができますよというような API で、えっと、こちら、先ほど説明したオープン API 形式でまとめているので、見た目としても問題なく見れますよというところもあり、AI からもアクセスしやすいですよという利点もかなりあるかなと思います。で、API、エンドポイントの口は4つしかなくてですね、会議室一覧を取得できる機能と、予約一覧を取得する機能、それから、新規予約を登録する機能、それから、予約をキャンセルする API が、この4つがあります。今回のデモではですね、この新規予約登録をする、API の作成、設計書作成から、コードレビューまでできればなと思っておりますので、こちら進めていこうかなと思います。で、こちらなんですけど、ちょっと説明しますと、このクロード、ドットクロードの配下には、このコマンドとスキルっていうのを配置しておりまして、このスキルには先ほど説明したですね、API の詳細設計を行うスキルですとか、コードレビューを行うスキル、それから実装するスキル、テストをするスキルというところが配置されております。で、設計に関しても、ファイルで、テキストファイルで、AI が参照できるようにというところで、同じディレクトリ内にデザインドックスというディレクトリを切って、このような形でそれぞれ参照できるようにしています。で詳細設計書についてはこのように、一覧、予約キャンセル、予約一覧取得は作成していて、設計概要についてもちょっとすでに用意しているので、こちらを使って、設計書の作成を進めていこうかなと思います。で設計書の、今回非常に簡単な API なので、これぐらいの記述で、完成できるかなと思います。処理の概要としては、リクエストパラメータのバリデーションをして、ユーザー会議室の存在確認、それから、予約、重複した、その会議室に、重複した予約がないかチェックして、予約の登録をして、あとはレスポンスを返却する程度の、API になっていて、会議室の取得時にはちゃんと配達制御しましょうね、というところを記載しています。実際に私たちが本番、実際のプロジェクトで、利用した概要についてもこのレベルで、長いやつでも50行程度の概要ぐらいしか書いていないという形になりますので、そんなにいろんなガチャ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 書かなくても、本当これだけで詳細設計書が出来上がるみたいな形になっています。で、ちょっとスライドで説明していなかった一つポイントでありまして、私、このプロンプトヘルパーというものを作っておりまして、これが何かっていうと、スキルを使っているので、プロンプトの、ほぼ固定化みたいなことはできるんですけれども、よいしょ、あ概要設計を読み込んで、してください。みたいに書くとですね、何をしてくれるかというと、こういうプロンプトをで AI に依頼したらいいですよというような実行プロンプトを自動的に生成してくれるようなコマンドとなっています。割とこれによってですね、どういった作業をしていいかわからないって人も、本当にこれをコピペするだけで、指定したスキルが実行できるようになるということがありますので、本当にジュニアの人がいる場合は、こういうのを作るのもいいかなと思います。で、スキルに関してはですね、この年末年始の更新で、スラッシュコマンドと同様に呼び出せるように、なったんですが、ちょっとそこまで対応できてなくて、今は、昔の呼び方の通りに、呼んでいますという形になります。で、ちょっとこれ、稼働している時間があると思うので、よいしょ。実際の、API デザイン、設計書作成のスキルの中身をお見せしようかなと思います。こちらなんですけど、先ほど説明したですね、説明がこうやって書いてあっ
で、入力するファイル、最初にですね、参照すべき開発標準ファイルはこれですよというところですとか、あと、最初にプロジェクトを理解して、入力内容ですね。今回概要設計なので、概要設計は、どういった内容ですかといったところ、それから、実際に AI がする処理というところを進めていくという形になります。なので、概要設計を読み込んで API 仕様を抽出、それから OpenAPI の仕様と照合して、データベース定義の参照をしてどういうテーブルを使おうかというところですとか、あとは、そういうところの情報をまとめたら、詳細設計書の作成をしますよというところですね。で、セキュリティガイドラインですとか、ちゃんとコーディング規約ですとか、セキュリティガイドラインに準拠してますよとか、エラーハンドリングはちゃんと書きましょうとかっていうところを、つらつらと、プロジェクトとして、書いてほしいことをここに、詰め込んでいるというところですね。で、最後、統一フォーマットで出してほしいので、ここにどういう、テンプレートを配置してまして、テンプレートというのがですね、これか。こちらですね。このような形で、見出しがこうあって、API 処理名とか、処理の概要を記載しますですとか、入力データはこういう形で、エンドポイントはこう書いてねですとか、あとは、出力はこういう出力にしてくださいとか、それから処理フローとして、処理概要フローとしてはざっくりした処理の流れを書いて、処理の詳細については、どういうチェック、バリデーションチェックの場合はバリデーションチェックこんな形しますよ。メインデータの取得は検索条件、絞り込み条件はこれで、取得することからはこれですよ、といったようなところを詳細書いてくださいね、みたいなテンプレート化をしています。こういった、AI に読み込ませるための資料をいろいろ事前に作っておくことで、AI が、安定した品質の出力を行うことができているということになります。で、もうすでにですね、おそらく詳細設計に関しては、一旦完成していて、ちょっと次の工程の、ファイルというのを出力しているので、一旦じゃあ詳細設計書を読んでいきましょうというところですね。でこちら見ていただければわかるんですが、ちゃんと概要だけでも結構しっかりとした詳細設計書ができてきます。この入力データ、エンドポイントに関しても、想定された URL になってますし、リクエストパラメータについては全部、必須の項目、さらに尾行とかも全部書いてくれていて、リクエストのパラメータも、この日時についてはしっかりスタートタイム、エンドタイムについては、日時の形式がちゃんとこの形式で書かれてますよねですとか、出力のデータについても、しっかりステータスコードも201で、レスポンスします。で、レスポンスの内容としては、ID とユーザー、それから部屋、それから開始終了日時が出てきますみたいな形でしっかりと書かれていることがわかるかなと思います。で、処理の概要フローとして処理の概要フローとしても、バリデーションをやって存在確認のチェック、重複予約のチェック、予約の登録、レスポンスの返却といった先ほどのフローに沿った形で書かれておりまして、詳細については、ノットヌルのチェック、ヌルチェック、それから正の整数チェックをしっかりやりますよですとか、時間範囲のビジネスルールのチェックというところで、ちゃんとスタート、エンドが、つながることみたいな形で記載されています。で、ユーザーの会議室の存在確認というところも、このような形でユーザーリポジトリ経由で、ユーザーのデータ取ってきて存在するよね。で、存在しない場合はちゃんと404ノットファンド返しますよといったところの、このレベルでですね、結構詳細設計書が、ものの2、3分で出てくるということになるので、正直これ1から書いていたらですね、下手したら1日全然かかってしまうレベルかなとは思うんですけれども、ちゃんとテンプレートを用意することで500行ぐらいの設計書が、ちゃんと OpenAPI の仕様ですとかテーブル定義をテキストで書いて、概要だけ書くだけでこのレベルのものが出てくるということになります。で、修正したいなと思った場合とかは、どう修正するかというと、そうですね、何か一個指摘があるといいんですけれども、
会議室の存在確認。そうですね。会議室、そうですね。排他制御については会議室の存在確認のところでしてほしくて、こちらの重複予約チェックではないので、こちらの会議室で排他制御をかけるように修正させます。で、私はVS コードの方を使ってるんですけど、VS コードと ID 連携してますとですね、ちょっと画面がちっちゃくて見えないんですけれども、この選択した内容については自動的にコンソールのクロードコードがちゃんと取得してくれますので、の、な、の範囲としてください。このようにですね、クロードコードで修正したい内容を範囲選択して、AI に指示出すことで、どこ修正していいかっていうのを、ID 連携していると検知できるので、うちのプロジェクトではこのような形で、修正を進めていくということをやっています。で、ちょっと今日は、時間、結構デモの時間も限られてますので、軽く、レビューをして、人間のマジリ、マジリクエストを出して人間のレビューというのを一旦スキップさせていただくんですが、このような形でですね、設計書を、一旦仮といいますか、最初一発目作らせて人間が一個ずつレビューして、しっかりとしたものに仕上げていくというところを、踏んでいます。なので、どちらかというと、今までの、作業がまるっと変わってしまうというわけではなくて、コード書いてくれるのが AI になりましたよみたいな、コードを書く、AI はコード書くのがやはり得意なので、コード書くのを AI に任せましょうというところを、軸に、スキルを作っているというところになります。で、こちら、そうですね。いつもだともっとサクッと、修正が終わっているんですけど、終わりましたね。はい。なので、これによって、今回先ほどですね、指摘をさせていただいた内容で、会議室の存在確認のタイミングで、その会議室ハイタロック取るということが、可能となっています。で、設計が終わりましたので、実装の方の、実装の方を進めさせていただきます。で、実装に関しても、このプロンプトヘルパーを使っ先にちょっとコンテキストをきれいにします。実装について、で、設計書が出来上がったので、パスのコピーで、プロンプトヘルパーというところでの、詳細設計書で実装経を、このプロンプトヘルパーにですね、実装計画を立ててくださいと、してあげると、実装計画を作るための、プロンプトが自動的に出てくるということになります。ちなみにですね、今回、基本的にはスキルを動かすぐらいしかないんですけれども、例えばですね、ちょっと裏で動かしますが、プロンプトヘルパーにのこのプロジェクトの概要を説明してくださいと聞くとですね、こういったスキルは私の方では作ってないんですよね。
このプロジェクトの概要を説明するといったスキルはないので、このスキルを使わないで、このプロジェクトの概要を説明してくださいと言って、以下の情報を含めてみたいな形で、ざっくりした内容をある程度詳細化してくれるというところで、その詳細化した内容でいらないものは捨ててしまって構わないですし、必要なものは足りないものは追加して、これを修正して、AI にプロンプトとして投げてあげるということもできるようなものとなっているので、AI に何かやらせたいなと思ったときは、うちではこのプロンプトヘルパーを使ってくださいとしています。で、そうするとですね、割とプロンプトヘルパー、用意するだけでも結構、スキルなくてもいいんじゃないかなと思うので、プロンプトヘルパーについてちょっとお見せするんですが、プロンプトヘルパー、本当にプロンプトを作ることだけに集中してくださいというところに制約を入れていて、もこれ入れないと、結構ですね、プロンプトを作れって言ってるのに、結構実際の作業をしてしまったりとかっていうことがかなり多くて、このプロンプトヘルパー作るのだけでも結構な時間、うまく動かなくて使っていますというところですね。なんで、やっぱり、使ってうまく動かない、使ってうまく動かないを繰り返すっていうところになりますし、同じ入力でも、まだ、うまく動かない、100% うまく動くかって言われたら、そういうわけではなくて、AI が、ハルシネーションを起こして変なことをするっていうのももちろんありますので、やっぱりそこは人間の判断でうまく使っていくっていうことになるかなと思います。で、プロンプト作成ヘルパーで入力を得たら、どういうことがやりたいので、利用可能な選択肢として、私が作ったスキルを使うっていうところで、例えば、こういう API の実装とか、チェックロジック実装みたいな、ざっくりとしたケースをここに書いてあげて、利用可能なスキルの一覧をざーっと、ここに定義してあげているというところになります。なので、テストのレビューしてっていうと、この合致するスキルがあれば、このスキルを使ってちゃんと動かしますよということができるようになっています。それ以外だと直接対話を行うというところで、先ほどの概要を説明したような形ですね。ざーっと、いろんな情報をつけた、ざっくりとした概要だけじゃなくて、いろいろ詳細を付け足して、こう聞いたらいいんじゃないみたいなのを出してくれるっていうところになります。これやるとですね、プロンプトとしてこう投げればいいんだみたいなところも、ジュニアのメンバーの方には、勉強になる部分もあるかなと思いますので、単純に AI を使って投げさせるだけではなくて、こういうものを用意して、AI もちゃんと動くし、さらにこの AI の出力を見て学習することができるみたいな形になるかなと思います。おそらくですね、このような形で、判断完了して、複雑な場合は、スキル使って簡単な場合は直接対話するよとか、スキルに合致しない場合は、直接対話にするよみたいなことをつらつらと結構書いているというところになります。本当に結構動かすの難しくてというところで、これに関しては結構試行錯誤して作ったというところになるので、これだけでも、プロンプトヘルパーだけでも、スキル全部作るよりは簡単に作れますし、試す分には全然ありじゃないかなというところを思ってます。約4分超えてきたので、そろそろ詳細実装計画できてくるかなと思いますね。そうですね。もうできてきてて、4分ほどで実装計画を作ってくれたんですが、実装計画として上がっているのが、このような形で、本当に、ちょっとこれすべて説明すると結構時間ないんですよ。1200行とか、すごい大量に出してきたりすると、ちょっと今回多い方ですね。いつも600行ぐらいなんですけど。で、どういうことをするかっていうと、本当に実装計画として既存エンティティがあって、これは修正必要だよとか、修正不要だよとかっていうのを出してくれてるのもありますし、それからコントローラーとしては既存コントローラーのここに新しいメソッドとして、既存メソッドはこれがあって、追加が必要なメソッドとしてはこれがあるよとか、本当にいろんな情報を実装の計画として出してくれるので、これをレビューするだけでもかなり精度が高いものとなっていて、結構ですね、実装をボンと任せると、なんかわけわかんないコードを作りましたっていうことが多々あるんですけれども、実装計画を立てさせてから実装するってなるとですね、後戻りが、このファイルの作り直しくらいで良くなるので、かなりその後戻りの工数を削減できるようになっております。でちょっとこれ全部見てると時間がないので、今回は実装計画うまくできたものとして進めていきます。なので、
実装としてそのまま進めるので、一旦クリアして、プロンプトヘルパーで、パスのコピーをして、このに基づいて実装を進めてくださいという内容をプロンプトヘルパーに投げてあげると、おそらく実装のスキルとこのファイルをリンクしたプロンプトを作成してくれるので、これを貼り付けるだけで、実装が進むという形になっています。なのでですね、本当に、ジュニアの方、今本当にやってることって、基本設計ちゃんとやりましたとなると、設計書を作るのは設計書の概要を書いて、人間が AI の成果物をレビュー、それから、微修正する。それからそれが終わったら、あの、人間がですね、実装計画、AI に実装計画を作らせて、実装を作っていくというような、の形になっていきます。なんで、今、このような形で、多分結構実装スキルにもいろいろ書いているので、こういうことが書かれていますし、あとですね、クロード MD の方にちょっと、えっと、ポイントというほどではないんですけれども、確認プロセスみたいなことを書いていて、確認が必要な場合は以下のガイドラインに従うことというところで、複数パターンを確認が必要な場合は、できるだけ複数のパターンを提示して、選択しやすい形式で、Ask User Question ツールを使用して、チェックボックス形式で、提示してくださいねっていうところを書いてます。割とこの Ask User Question ツールというのが使いやすいものでして、特にあんまり開発得意じゃない人っていうのは、UI 上で選択していろいろ確認を行えるようになるので、これかなりクロード MD とかに書いてあげると、使いやすくなるのかなと思っています。例えば、これも、プロジェクトの概要を説明してください。確認な、コグモフは、Ask User Question ツールを、ツールをみたいな形で確認すると、多分動き方が見えるかなと思うんですけれども、見えるかな。ちょっと。なるほど。ちょっと、あれですね。概要説明じゃうまくいかないみたいです。なんかいいのあるかな。うーん。コードレビューの時に多分お見せできると思うんで、ちょっとそちらのタイミングでお見せしようかなと思います。すいません。で、ちょっと、毎回実装フェーズに分けて、フェーズごとにビルド確認するってするとちょっと時間がかかるので、今回はちょっとまとめて、すべての実装を行わせて、最後、ビルド通るか確認するっていう方式にしてます。で、もう実際に、3分程度しか動いてないんですけれども、実装の方、ほぼほぼ終わっておりまして、ちょっと差分見ていきましょう。差分見ていくと、実装、コントローラーに関しては、このような形で、本当に
特にあんまコントローラーはやることがないので、この程度なんですが、サービスに関しては、よいしょちゃんと、ログのガイドラインとかも作っているので、サービス動くときは、ログの、インフォログを出しましょうねですとか、あとは、さっき言った、サービス層、時間範囲のバリデーションをします。ユーザーの存在確認をして、会議室の存在確認をするときは、ここでハイタロックを取得します。そこから、重複する予約がないかっていうところを、取得して、重複した予約がある場合は、コンフリクトのエラーを返しましょうね。で、そうでなければ、予約の登録を進めて、最後、レスポンスの作成をしますというところがサービスでは行えているというところです。で、リポジトリに関してはですね、この条件の判定というところがありまして、そこの SQL で、クエリで投げてますよというところがあって、ルーム ID が一致して、重複する予約がないかっていうのをスタートタイムとエンドタイムの検索で、判断しているというところになりますね。で、もうこれだけで、本当に簡単なクラットレベルで言うと、本当にこれだけで正直できてしまっていて、さらにちゃんと配達制御とかもある程度実装されたものっていうのが、もうこの時点でできてくるかなというところです。で基本的にはいつもこれコミットしてしまってから、ローカルで、メンバー間で、コードレビューをしていくっていう形になるんですが、例えばですね、さっき、それちょっといろいろ細かく見ていくと時間がなくなってしまうので、簡単な指摘だけでちょっと終わらせていきますが、例えば、このコメントとかは、完全に冗長なのでいらないかなと。コード見ればわかるコメント、コード見ればわかるコメントについてはいらないので、基本的、うーんといったように、基本的にコード修正は、自分で修正できる部分についても、ベースとしては AI にやらせるようにしてまして、なんでかっていうと、割とこうやって AI に読み込ませることで、ちょっとスライドで説明させていただいたんですが、えっと、今まで会話を続けていくにあたって、あの、開発標準に盛り込んだものがいいものについては自動的に、開発標準に取り込めるようにというような、機能を追加してますので、AI に聞かないとですね、そういったナレッジが溜まってこないというところもあるので、基本的には AI に聞いて、AI に修正させる。本当に手で修正できる部分についても AI で修正させるっていうことを、基本としています。で、こうやって実装が終わりましたと。ちょっとまだちゃんとレビューしてないんですけど、こうやってレビューもして、情緒のレビューも終わりました。レビュアーの、レビューも終わりました。っていうところになったら、その前に、最後、コードレビューですね。コードレビューの方を行っていきますというところで、一旦こちらについては、ちょっと新しいブランチ切っちゃって、えー、デモの新しいブランチ作ってしまって、ごめんなさい。ちょっと待ってですね。えーっと、何コミットしてしまいます。で、コードレビューをするときには、だいたい、細かい修正を全部入れて、そのブランチにはコミットした状態としていて、最後ですね、コードレビューをするときは、プロンプトヘルパーで、今のブランチと、デモのブラえーっと、の、えー
そうが、まあ、このようにですね、まあ、今のブランチと、マージ先の、ブランチの差分を確認して、あと詳細設計書も読み込ませて、コードレビューをしてくださいのような形で、リクエストを投げます。そうすると、このような形で投げるプロンプトが出てくるので、本当にこれを貼り付けるだけになりますね。で、レビューシートもいろいろ、まあ、じっくりやるですとか、まあ、本当に軽くやるクイックのレビューとかも追加しているんですけど、まあ、今回はスタンダードでもおそらく、2、3分で対応完了するかなというところがあるので、これで進めています。まあ、ちょっとまだ、やってないところではあるんですけれども、そのユーザー、結局そのコードを作りましたって言って、すいません。コードを作りましたとしてですね、まあ、ユーザーが、一個一個、まず作ったコードを見ていくんですが、そのレビューの指摘修正用の MR も上げてもいいかなっていうのもちょっと思ってまして、まだちょっとやってないんですけど、割とその変更されたコード、新規実装だとそのファイルって全部、ここからここまで全部実装しましたよってなるので分かりやすいんですけど、修正だとどこ修正したか分かり、コード上だとちょっと分かりにくいとか、コミットしてしまうとどこ差分か分かりにくいとかっていうのもあるんですけれども、Git の、プルリクエスト、マージリクエストだと、ファイルの差分見ながら、コメント残せます。で、今回、そのプルリクエストですとか、マージリクエストを取得して、それを自動修正する機能っていうのを盛り込んでいるので、例えばユーザーの、レビューについても、そのレビューは一旦自分にして指摘入れて修正して、で、その、マージリクエスト、フルリクエストをさらに、別のレビュアーに投げる。完成したらレビュアーに投げるという方法でも、うまくいくんじゃないかなというところが、ちょっと、考えていますというところですね。ちょっと余談になりましたが。で、このコードレビューについてはですね、もろもろ、この、今ですね、VS コードの警告とかも出ると思うんですけれども、そういうのも全部確認して、コードレビューを行ってくれるというものになります。なので、今、まあ、ざっくりレビューをしてもらったんですが、結構ちょっと、そうですね、今回に限ってちょっと調子が良かったのか、あんまり、修正するイシュー、ちょっと結構レビューせずに進めたんで、だいたいメジャーイシュー1個か2個あるんですけれども、今日ちょっとメジャーイシューなくって進んでしまったんですけれども、まあ、このような形で、マイナーイシューの方とかですね、見ていただけると、マジックナンバーとかを、ダメだよって言ってるのに、固定文字列追加していたり、将来の拡張提案としてこれやったらいいんじゃないみたいなところを、上げてくれているというところですね。本来ちょっと、もうちょっと、指摘があって、それをお見せしたかったなというところなんですけど、今日はちょっとクロードの調子が良くてあまりっていうところでした。で、こちら、コードレビューのリザルトというところで、コードレビューのレポートが出てくるので、こちらをですね、最後パスコピーして、これの用を読み込んで、おうを、この内容を読み込んでレビュー対応可否を Ask User Question Tool を使用して確認してくださいとすると、おそらくですね、内容でマイナーイシューが2つありましたので、結構わかりやすい形でどう修正しますかって聞いてくれると思います。こんな形ですね。マジックテイス
文字列の定数化についてどのように対応しますかと。まあ、今すぐ対応、後で対応、それから対応しないですとか、あとはその4番、その他の内容になるんですけど、好きな文字を埋め込めるみたいな形になりますね。で、これは今すぐ対応する。で、未来の日時バリデーションについてどうしますか。スタートタイムが現在日時に後であることを検証するバリデーションを追加しますとはなってるんですけど、まあ、ちょっと過去の、尾行としても取り込めてもいいかなと思ったので、まあ、対応しない。みたいな形で、まとめてこう対応しますよっていうのを人間が文字書かなくてもですね、クロード側がこうどう対応しますかっていうのを複数案上げてくれて、メンバーの方で、こう対応しますって選択して進めるみたいなことができているというところになります。まあ、ざっくりこうやって、コードレビューについても進めて、これが完了すると、あとは、レビュアーに、コードレビューを投げるというような形で進めていて、あとはそれが通ると、テストの方を作成していくというような流れでやっています。まあ、今回ですね、ちょうど、時間的にもコードレビューするだけってちょうどいい時間になりましたので、デモについては以上とさせていただきますが、まあ、ざっくりこの、やり方の流れについては、見ていただいたらわかる通りですね、なんかそのメンバー間で何かそれぞれコメントのプロンプトっていうのがあまりその、ブレる余地っていうのはあまりなくなってくるというところではあります。まあ、どうしても AI が生成したものをレビューするという作業が必要になって、まあ、そこにスキル差というのが出てくるんですけれども、まあ、何もしていない状況よりも最初から、品質の高いものが出てきますので、正直ですね、自由に AI を使わせてやらせるっていうような、時よりも、かなり品質が上がって、工数の削減というところにも、つながっていきますし、実際にですね、結構ジュニアの方だと、エラー制御とかあまりうまくできないというところもあったりするかなと思うんですけれども、これはしっかりコードで設計書のタイミングでどういったエラー内容にするっていうのも定義してますので、まあ、そういったところもしっかり作っていくと、このコードを見てジュニアの方が学ぶこともできるっていうところの、かなり一石三鳥ぐらいの機能になっているので、まあ、ぜひそんなにこれ作るっていうのは難しくないところではありますので、まあ、ちょっとずつですね、例えばプロンプトヘルパーだけでも作ってみようですとか、設計書作成するスキルだけでも作ってみようみたいなところで、ちょっと対応していくと、少しでも、開発の効率ですとか品質が上がるんじゃないかなと思っております。それでは、今回のですね、私の発表については一旦以上とさせていただきます。